こんにちは。今回は強い体を作りたいという全ての方にお勧めしたい非常に効果の高い正座の鍛錬をご紹介いたします。シンプルに攻撃力を高めるための非常に効率的な鍛錬方法として取り組んできました。正座で得られる効果は非常に大きくて、主に腹と腰の力の養成、あとは中心軸の養成、腕から出る力の質的な変化、これらの大きな効果があります。人は安定して立っているようでいて、実はふらふらと揺れながら細かくバランスをとって立っています。普通に立つだけであればそれで良いんですけれども、猛烈な威力を求めるっていうような局面でシビアに姿勢の力っていうのを考えていくときに、それは非常に重大な問題になります。例えば軸の状態によってどのように変化するかっていう一例をご覧ください。こう痛い場所ですよね。で、軸一本にピシッとします。で、じゃあその軸を左足のかかとにずらします。ぐら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 揺れてるんですよね、体が。なので痛かったり痛くなかったりする。こうやってほとんどの人ってそういう姿勢になってるんですよ。軸がピシッと一本通りましたっていうつもりでいても、こうふわふわしてるの分かります？痛くなったり痛くなくなったり、はい、でこれをピシッと通す。グッグッ全くそうそうね、力が逃げなくなる。だからこれが今かかとだけど、つま先にそれを乗せるのも一緒です。こうやってぐーっと力ずくでやってもあれですけど、軸を作ってキュッて流すとこうやってこのように中心軸が通っているのかそうじゃないのかの差はとても大きな違いとなって現れます。人は絶妙にバランスをとって立ち続けるっていう能力があり、それによって倒れないでいられるからです。だからこそほとんどの方はそこまで厳密に姿勢の崩れとか軸があるないっていうことを認識する必要性もなく普通に生活していけます。意外かもしれませんが、実は立ち上がった姿勢っていうのは中心軸を通すのが非常に難しいです。両足の間のどこに重心があるかとか、足の裏の前後のバランス、どこに重心が落ちているのかとか、それは一言ではなかなか説明ができません。正座に取り組むことで、まずは上半身から姿勢を作り上げていく。それによって効果的に正しい姿勢を学んでいくっていう効果があります。ただし、ただただ正座の姿勢で座っていればいいっていうことではありません。終鉄で取り組んでいる正座を効果的な鍛錬にするためのポイントをこれから詳しく説明していきます。両膝は開きすぎず、拳1個とか2個とかそれぐらいの幅がおすすめです。これを開きすぎると腹とか腰を鍛える感覚っていうのが非常につかみにくくなってしまいます。腰はこのように後傾させない、前傾して腰を入れます。ただし注意点として、この溝落ちとか腹筋をこう前に出すようにすると腰椎の上の方を反らすことになって、反り腰になって姿勢がとても弱くなるので注意してください。おへその下あたりを前に押し出すような感覚がちょうどいいと思います。へそ下丹田あたりを前に突き出す感じですね。この時に腰に変な痛みがあるようでしたら反り方に問題があると思ってください。で、背骨を上にスッと伸ばしていきます。この時の伸ばし方が最も重要です。背骨には生理的湾曲って言われる本来の自然な状態と言われる S 字のカーブが存在しています。胸椎は後ろ側にカーブして、腰椎は前にカーブしています。これがどちらかのカーブに偏りすぎたりするときに反り腰になったり、こういうふうに胸が上がったりします。このような姿勢になる方が非常に多いので、横から写真を撮るなどして自分で確認してみてください。こうならないようにします。この湾曲のバランスが崩れないように背筋をまっすぐ上に伸ばします。これは直接触れて修正しないとなかなか動画でお伝えするのは難しい、結構繊細な部分なんですけれども、とにかく反り腰、あと胸が上がることは厳禁ですので、ここは気をつけておいてください。そして頭、
背骨の上に正しく乗せます。人の頭蓋骨っていうのは結構な重量がありますので、これがほんの少しでも前後、左右に傾いているだけで、その姿勢を維持するための無駄な力みっていうのが必ず発生します。習慣となっている姿勢の中で、この慢性的な力みがあって、その違和感を感じるっていうのは非常に難しいことではありますけれども、これはとっても大切なことなので、頭には入れておいてください。頭は背骨に正しく乗せる。そして強く上に伸びる。これまで作った正しい姿勢のバランスを前後に崩すことなく思いっきり真上に伸びます。この感覚を得るために、まず両手を思いっきり上げて強く伸びます。ぐーっと。そのまま胴体の伸びの感覚を維持したまま、そっと肩の力を抜いて手を下ろします。この時に両手を上げた時に背骨のカーブが変化しないことが非常に大事です。ここは注意してください。そしてお尻なんですけれども、頭を上に引っ張り上げるような感覚によってお尻が少しだけ持ち上がるような感じになります。ここに隙間が出るほど意図的に持ち上げる必要はありません。足の力で持ち上げるのではなくて、腰のバネでお尻が自然に少し浮くような独特の感覚になります。そうすると、この動画のように後ろから上からね、ぐーっと押さえ込まれても簡単に立ち上がれるようになります。はい。多分2人で押さえても大丈夫です。こっちは押さえていただいて、両方で。最初足でやるともう無理ですね。軸をビシッとします。簡単にいきますよ。すごい。この力がこうで、ここからまたこの正座ができると非常に足がしびれにくくなります。大人は正座は辛いっていうふうに嫌がることが多いですけれども、子供の姿勢って大変興味深くて、よく観察していると幼児のうちは自ら正座をしていることが多いんですね。でしかも、本当に理想的な姿勢で腰が入って胸も上がらず、頭が本当に綺麗に背骨に乗っているって、正しい姿勢でね正座していることがすごく多くて、これがね小学生ぐらいになるとだんだん姿勢がこういうふうに崩れていくっていう傾向がありますね。でこの姿勢で伸びを全力で保つことで体幹部に強い刺激を受けて、もうこれ自体がとってもいい鍛錬になります。皆さんも最初のうちはこれはもう一日何回やってもいいと思うので、繰り返し取り組んでみて、正座によって練り上げる感覚をつかんでみてください。そして姿勢の考え方として重要なポイントをお伝えします。いきなりがむしゃらに腹とか腰に力を入れていくっていうのではなくて、まず最小限の力で重力に抗うことができる最も自然な状態の姿勢、これを基本となる形として、まずそこを見つけることが大事です。その正しい姿勢、無理のない姿勢で角度を変化させずに強く伸びていく、この順番をしっかりと守ってください。ではこの姿勢からどういうふうにして力を出していくのか。正しい正座によって力の質が大きく変わるっていう例を動画でご覧ください。これをガッと上に持ち上げる腕でやるとここがきついですよね。ちょっと持ってギュッと押さえてもらっていいですか。こういう状態ですよね。でこれもこうなるからダメなんですよね。腰が立ってる、背骨に頭が乗ってる、こう思いっきり押します。ゆっくりいきますね。これがこうって簡単にこれだと大丈夫ですね。上げるでも下ろすでも、パンチや蹴りにもこの力の質を生かしていきます。このような力を養成するための鍛錬をいくつか紹介していきます。まず、木刀の素振りですね。これは、振りの強さとかスピードを鍛えるというよりも、正しく正座を保ったまま腕を柔らかく動かす練習です。で決して力まず、しかし、背筋の伸びをこういうふうに緩めないようにしてください。でどしっと座るのではなくて、体が中心軸で串刺しになっているような感じで、腕の上下に合わせて体幹がわずかに上下に揺れるような感覚です。
次に棒押しですね。これは、正しい正座を保ったまま、このように地面に垂直に立てた棒を床にじわっと押していきます。強く押そうとしてこういうふうに姿勢が変化してはいけません。これは、力の質を変える練習だと思ってください。床を押すこの強さよりも、むしろその反発が体にどのように返ってくるかっていうのを感じることが大事です。腕ではなくて腹と腰っていうか、もう背骨近くの深い体幹部に押した反発が即座に返ってくるような姿勢をうまく見つけるようにしてください。また、もし練習相手がいれば、この正座の姿勢で胸を前からぐーっと押してもらって耐えられるように稽古するっていうのもいい鍛錬になります。以上、誰でも知ってる正座ですけども、いつでも取り組める、かつ強い姿勢を学ぶのに非常に効果が高いですので、ぜひ皆さんも正座を姿勢の鍛錬に取り入れて強い体を養成してください。以上です。